どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回なんですけど XF23mmF1.4 っていうこのレンズをグーパスさんでレンタルしたのでちょっと紹介していきたいと思います。正直速攻欲しいなっていうふうに思いました。欲しいなって思ったんですけど、その時はレンタルしたこのレンズが届いて、夜にちょっと開封してその辺にあったコップとかグラスとかそういったものを撮っただけなんで、すごいなとは思ったんですけど、子供とか僕が実際に撮る被写体を撮っていたわけではないので、本当のところどうなのかなっていうのは分かってなかったので、その時の段階では買うっていう風な判断はしなかったんですけど、正直もう一発目からもう結構めちゃめちゃいいレンズだなっていう風に思いました。なんとなくですけどちょっと柔らかい写りというか35mmF1.4 っていう、ちょっとオールド感がある柔らかい感じの描写に似ているところがあって、個人的にはすごい好きな感じで、富士フイルムといえばこういう感じの写りだなっていう印象があったので、これは持っといてもいいかなっていうふうに思いました。すぐにこれ買おうかなって思ったとはいえ、実際に外で使ってみないとわからないっていうところはあったので、後日使ってみたんですけど、その時にちょっと違和感を感じたんですよね。写りはめちゃくちゃいいんですけど、なんかオートフォーカスがすごい遅くて、遅いというか精度が良くないというか、あんまりシャキッとしないというか、慣れるまで撮りづらいのかなっていう風な印象を受けました。写りが良かった分そこが結構気になって、でこのレンズ 35mmF1.4 みたいに全群繰り出しって言って、このレンズ自体が前後に駆動してピントを合わす方式じゃなくて、インナーフォーカスって言って内部でピントを調整してくれるタイプなんで、比較的オートフォーカスは正確で速いはずだと思っていたんですけど、よくよく調べてみると、このレンズ2013年に発売されたレンズで XF35mmF1.4 とか初期の3本の次の次ぐらいに発売されたレンズで、インナーフォーカス初期ぐらいのレンズだったんですよね、多分ですけど。でそれが要因なのかなと思って、オートフォーカス自体は間違いなくその全群繰り出しタイプよりは速いんですけど、なんとなく精度があんまり良くないっていう風な印象を受けて、子供との相性があんまり良くないのかなっていう風に感じました。XF35mmF1.4 の方がこの前後にレンズが動くんで、そっちの方が絶対オートフォーカスは遅いはずなんですけど、なんとなく 35mmF1.4 の方が僕的には撮りやすいなっていう風に感じてしまったんですよね。昔のレンズなんで、それは最近のレンズに比べてオートフォーカスが遅いのは当然のことなんですけど、やっぱり最近は XT4 とか XE4 とか X Pro 3っていう現行のボディに昔のレンズをつけても結構オートフォーカスが速いなっていう風に感じていたので、その分この XF23mmF1.4 のオートフォーカスの遅さ、正確性のあんまり良くない感じっていうのがちょっと気になりました。ただあんまり速くなかったなとは思ってたんですけど、普通に撮ってたら全然徐々に慣れというか遅さに慣れてしまったのかもしれないんですけど、全然昔 X Pro 2と 35mmF1.4 で撮っていたような感覚よりはもうちょっと速い感じはやっぱあるので、全然撮りやすいっていうほどでもないんですけど、撮れるかなっていう風な印象にはなりました。このレンズで僕動画も撮ったことはあるんですけど、自分のこの YouTube 用の動画ですね、室内でこういう喋っている動画を撮ったこともあったんですけど、僕のこの部屋ってあんまり広くないんで、23mm とかかなりちょうどいい焦点距離でいい感じの画角で収めてくれて、他の方の動画も軽く見させていただいたんですけど、その動画はちょっと撮りづらいというかオートフォーカスが遅いみたいな感じで言われてたんですけど、正直全然余裕でいけるなっていうふうに僕は思いました。 AFC で撮影をしてこの顔を撮ってるだけなんで、例えば息子を追いかけるとかそういったことはちょっと苦手なのかもしれないんですけど、外で遊んでる姿を撮るのはちょっと難しいのかなっていう風な感じは他の方の印象としてはそういうのはあるのかもしれないんですけど、個人的にはここの室内で撮る分には全然問題ないかなっていう風に思いました。よく比較されていたのが 23mm だったら X マウントでビルトロックスとかトキナーの 23mmF1.4 っていう数字上のスペックでは全く同じようなものがあるんですけど、
それの方が動画の方は向いているっていう風な感じで結構紹介されていたりしたんですけど、僕的には全然これでもいけるんじゃないかなというか、もう全然問題ないと思いました。でもちろんそのオートフォーカスとかそういった面では、これが2013年でそのビルトロックスとかトキナワのレンズが何年に発売されたかっていうのはちょっと調べてないんで分かんないんですけど、おそらく最近のレンズだと思うんですよね。その新しいレンズの方が速くて正確性もあったりするのは当然のことかなと思います。トキナワさんとかビルトロックスの写りとかあんまり分かんないんですけど、この XF23mmF1.4 の良さっていうのは柔らかめの描写ですごく優しい感じの写りをしてくれるんで、あと高級感のあるレンズ、かっこいいですよねやっぱ。その辺でアドバンテージがあると思うんで、ビルトロックスとか別に悪くないんですけどね、その4万円とか3万円とかだったと思うんですけど、新品で、その辺を考えるとありだとは思うんで、動画を撮る方は全然そちらを選んでもいいんじゃないかなと思います。サイズ感なんですけどこんな感じですね。 XE4 につけて僕は遊んでるんですけど、大きいといえば大きいんですけど全然使えるレベルですね。でこの辺ちょっとくびれてる感じもあるので全然ホールド感とかもあるんで持ちやすかったですし、結構個人的にはいい感じのサイズ感かなと思います。ただXF23mmF2 の場合だったらこんな感じになるんですよね。これ 35mmF2 ですけど、もう少し長かったかもしれないんですけど、同じぐらいのこれぐらいのサイズ感なんでだいぶでかいですね。ただ今冬なんで、僕もコートとかちょっとごつめの服とか着たりするんで、こういう感じの大きめのレンズがあってもそこまで目立たないんですけど、僕夏だったらハーパンに T シャツで大体遊んでるんですけど、そういう時にこのレンズとこのボディ、ボディは薄いんですけどこのレンズをつけていたら結構目立つかなと思いました。であとは僕新製品情報とかあんまり追いかけるタイプじゃないんで、正直23mmF1.4 の後継品が出るって気づいてなかったんですけど、23mmF1.4 のお値段がめっちゃ安くなってたんですよね。52,000円ぐらい中古で。なんでこんな安いんだろうと思ったんですよね。そしたら新しいレンズが出るっていうことでラッキーですよね。今後継レンズが出たら数年後か数ヶ月後か同時にか分かんないですけど、もしかしたらこれが廃盤になる可能性っていうのは当然あるじゃないですか。そしたら多分僕は昔のレンズの方が好きなんで、これは買っておくべきなんじゃないかなって今ちょっと思い始めてます。間違いなくオートフォーカスはすごく速くなると思いますし、描写の面ではどうなるか分かんないんですけど、カリッとするんじゃないかなと思うんですよね。今のレンズよりはカリカリ描写の 23mmF1.4 もいいかなとは思うんですけど、このレンズ使ってみて本当に写りいいなって思ったので、廃盤になったとしたら結構悲しいなっていう風なことを思ってます。僕の妻もそのボケが綺麗とか背景めっちゃ綺麗だねとかそんな感じで写りに感動してたんで、多分買ったらさすがに喜びはしないですけど、また買ったんってなるとは思うんですけど、このレンズなら結構納得してくれるんじゃないかなと思ったりしてますけど、今回はこんな感じで終わろうと思います。次回ももしよかったら見に来てください。 XF23mmF1.4 今回はこのレンズについて紹介してみました。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。